こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は12月の2日にいて座で火星とジュノーという小惑星がコンジャンクションをします。これによって愛されなかった傷を癒す時でもありますし、自己価値、自己主張というものを再認識する時にもなりますので、今日はちょっとそのお話をしていきたいと思います。ちなみにどちらの天体も定期的に逆行するので、イグザクトこの周期っていうのを言うことはできないんですけど、理論的に計算するとこの2つの天体がコンジャンクションするのは3年3ヶ月に一度しか起こらないアスペクトですから、ある意味ですね、この後なかなか起こりませんから、ぜひチャンス期間として捉えていただきたいと思います。で、何度かお話をしていますが、神話においてジュノーはゼウスの正妻ヘラを示しています。そしてその子供アレスが火星です。そしてこの二人の二柱っていうんですかね、神々は最も自己主張の強い母子として知られています。なので、この2つの天体がいて座で5となるとき、当然ながら自分の意志を通したいという情熱やエネルギーは最大になります。で、このエネルギーは暴走すると破壊や戦いを生みます。そしてうまく使いこなすことができれば、望む人生への土台となります。ということで今日は改めてジュノーと火星についてお話をして、そしてこのジュノーと火星がいて座で5となっている期間をどう過ごすのかということについてもお話をしていきますので、どうぞ最後までご覧ください。さて、私自身がセッションしてきた2万件のデータを分析すると、火星とジュノーの位置の組み合わせによって、その人の自己主張の位置とか、自己価値のあり方っていうものが決まってくるようです。私たち先生術師はよく、あなたの星を生きると幸せになれるんですという言い方をします。この星っていうのは何でしょう？これは太陽星座のことではなくて、バースチャートそのものに描かれた人生の計画です。その中には経験すべき試練も描かれています。そして避けるべき落とし穴まで記されています。そしてジュノーと火星は自己価値を感じる場所を示しています。例えば、例で言うと、私のクライアントさんでこんな方がいました。その方は、蟹座とサソリ座のコンビネーションでジュノーと火星を持ってました。この方、自分自身が家族とか仲間とか友達、助けを必要としている人に深くつながって献身し続けることで自分の価値を感じるという生き方でした。だから、もっとわがままに自分の好きなことだけして生きなさいっていうふうに周りはアドバイスするんですけれども、この星を持っている人にはそれは限りなく無理なことを言われている状態になるんです。なので、ありがたいんだけれども、逆にそう言われることが苦しみになることもあるし、そのように生きてみても結局そうすると私は自分は価値がない人になってしまっているという自己否定が逆に育ったりするんですね。そこに潜在意識にそれが育ってしまうと周波数が落ちるので、低い周波数の人、現実、状況、病気になるとかですね、そういうことを引き寄せてしまうということに気がつきました。セッションでお話をして、そしてここからは家族にとって幸せな方法を選択するあなたという星、そこは諦めずに、その上で自己価値を保ったまま自己犠牲にならない生き方を見つけるという方向に幸せに向かって軌道修正をすることができました。で、例えば、ちょっと逆のような方で、獅子座とお羊座にこのセットがあるクライアントさん。この人は人を育てるお仕事っていうものを、いわゆる教える先生という仕事をされていたんですけれども、自分の価値を感じるのは育てるっていうことじゃなくて、自分は突っ走って生き様を見てついてきてくれる人や、背中を見て憧れてもらうことで、自分の自己価値を感じる。そういう生まれてきた星を持っていました。で、そこで気づいて人を育てるという仕事をやめて、自分自身の仕事を始めて、その自分の子供とか、自分のかつての生徒にその姿を見せるということで、今は喜びを感じている。そんな感じです。さて、そのジュノーと火星が12月の2日にいて座でコンジャンクションします。
ジュノーはよくパートナーシップ、女性性の権利の主張、契約と結びつけられてきますが、ジュノーのテーマはその範囲にはとどまらないです。以前、私の人生を救ってくれた天体としてご紹介した動画も上げておりますので、興味ある方はそちらも見てください。で、そこにも言ってるんですけど、私のクライアントさんは40代から60代の方が最も多いんですが、特にそういう方や人生をやり直そうとしている方には、ジュノーは大きな力となっていきます。そしてこの火星とジュノーは自分の人生の権利を明確にして自己主張する力を持つと先ほども言いました。で、それは妻であれ、母であれ、平社員であれ、仕事をしている人であれ、しない人であれ、ステータスっていうのは一切関係なく、誰もが自分の主役の人生を送る権利があるということを思い出させてくれる貴重な天体なんです。人を育てるという主役だってあるし、人のために尽くすっていう主役のドラマだってありますよね。それがさっき言ったようなお話です。ですが、先ほどもこれも言いましたけれども、時に暴走して事件を起こしたり摩擦を生むのもこの2つのセットなんですね。それによって結果的に自分の人生を後退させることにもなるので、やっぱり要注意。で、このいて座に位置するジュノーと火星のテーマは何かというと、これは自由と喜びを手に入れるための楽観的な自己主張です。楽観的。もうすごい必死のじゃなくて楽観的な自己主張。パートナーシップ、他者との関わりの中で一人一人の素質とか強みとか価値観、全く一致することはほぼありえません。それぞれユニークな星を持って生まれているわけですからね。自分にないものを相手が持っていたり、自分ができないことで誰かに助けてもらったり、その逆もしかりです。すべて自分の力で成し遂げることができれば、自由と喜びを獲得できそうな気がしますが、実際は違います。いて座的な広い視野で見ると、その先にあるのは悲観的でストレスにあふれる人生になってしまいます。個々の自由と独立性を重視するいて座というところでジュノーと火星が重なるということは、一人で頑張らなくても幸せになれる。それぞれの強みと価値観が共鳴し合うことでみんなが自由になれるという意識が育ちます。宇宙的な視点、価値観、信念体系が育つんです。そしてそれが楽観的に信じる力を強くするエネルギーにもつながっていきます。ジュノーがいて座に入った時の動画でもお話ししましたけれども、いて座にジュノーがいることで、そのことに気がつくための事件、出来事は多くなります。実際に今それを体験している人も多いと思います。ですがここで一人じゃないからこそ育つ楽観的な視点というところにフォーカスをすることができれば、バランスの良いお互い責任を果たしつつ自由なつながりというものを再構築するチャンスとなるはずです。恋愛、夫婦、友達関係、仕事関係など、あらゆる他者との関係において、私とは違うユニークな本質、私とは違うその人の才能、私とは違うこの人の価値観に対して、積極的に寛容に受け入れる意識を持ちつつ、観察をしてみる。これがこの期間の開運行動、おすすめの行動となります。ちなみにジュノーは12月29日にヤギ座に移り、火星は12月14日にいて座に移動します。これまでの、短い期間ですが、それまでにネクストレベルのパートナーシップというのを築き上げていっていただきたいと思います。せっかくですので、ちょっとね、ここで、最後の方になりますけれども、このジュノーいて座がどういうふうにコンジャンクションしているかっていうのを絵で見せると、こうなります。見えておりますでしょうか。で、これですね、見ていただくとわかるんですけれども、ちなみに片思いを表すエコーも恋愛マスターの金星もいて座にいるんです。そして火星星座とエロス、火星と、ジュノはエロスとカイロンがお羊座にありまして、こことトラインしてます。つまりですね、これは恋愛の傷、家族や友達から愛されなかった傷、片思いの傷を癒していくという配置になっております。ということですので、
よいしょ。今回、アファメーションはいつも最近私がアファメーションしていることを皆さんにお話ししていますが、英語で言うとこうなりますね。I'm ready. 私は準備ができています。何に準備ができているのか。I'm ready to receive. 受け取ります。The love. 私は愛を受け取る準備ができている。どんな愛か。The truly deserve っていうのはふさわしい。I'm ready to receive the love that I truly deserve. 私は私にふさわしい愛を受け取る準備ができています。と毎日唱えながら、このいて座、ジュノが、いて座にジュノと火星がある時期を過ごしていただきたいと思います。そしていつもの、セプタグラムのカードからのメッセージを受け取りましょう。プシ系ですね。これは愛を自分の力で勝ち取った、まさに、天体です。プシケもどこにあるんだろう。さっきので言うと、プシケは双子座にいますね。自分自身の愛を軽やかに受け取っていくことができる。軽やかである方が受け取れる。っていう感じでしょうか。なので、皆さん素敵ないて座火星コンジャンクション期をお迎えください。